本日はよろしくお願いいたします。BMSG ユニバーサル合同レーベル BU からデビューします BMSG の新アーティストはこちらです。男性8人組ダンス&ボーカルグループマーゼル。幸福の意味を持つマーゼルとメイロ、メイズ、情熱、ズイルを掛け合わせた造語です。マーゼルが成功してこそ BMSG が本物になれると心から強く思っていますので、何卒皆様お力をお貸しください。今やるっていうのはすごい大事でした。もともと BMSG はそれこそ別に商業的な成功だけでやっていないというのがやっぱ強いので、ブームをムーブメントにしてカルチャーにしていくっていうことが本当に大事なので、そのカルチャーの発展のためには一つのグループというのでは成立しない。所属アーティストの人数もその最初の5年間で増加させていく。で自分のその見れなくなる範囲までは増やさずやっていく。で5年間で一周させるというのはなんか創業期からプランとしてはあったので、結構、急がなくてはならないことでしたね。BE:FIRST2 を作ることだけは絶対に避けたかったので、音楽制作チームとかそういうところも含めて割と差別化はしていくし、自分のその入る度合いのバランス、ここは完全に自分がやります、ここは完全に自分が見ます、ここはこうでないと良くないとかはあると思うんだけど、お任せしますの分量は増やしたいなとは思いますね。おはようございます。おはようございます。元気ですか？元気です。いろいろあるんですけど、話すことも話さなきゃいけないことも、うちは、ノベルコアとかアイルザ・ショータとかエリー・ボーイとかのソロアーティスト、俺もいるしソロアーティストがいる一方で、BE:FIRST っていうボーイズグループを作って、で2組目のボーイズグループはやっぱり2022年のどっかのタイミングで作りたいっていうふうに思っていますと。またもっと違った個が輝いている形っていうのを、キャラクターがこう爆発してる感じっていうのを2つ目作りたいなって思うのが1個目。もう1個あるのはプロフェッショナルとしてデビューしてほしいなっていうのがあります。それはきっといろんな意味のメンタリティとか含めて、もうプロとしてこういうことを発言していこう、こういうふうな人間でいこうっていうことを高まった上でデビューするっていうのをやりたいなと思ってます。全部キャラクターが違くてムードも違くて、そういったものがこう時にユナイトするっていう形のものが作りたいんだね。マーベル的な面白さをやっぱりちょっと追求したいなと思っているので、現状ですでにデビューして、もし今年のじゃあ下半期にデビューしたってなったとした子がいたとして、その時に BE:FIRST は1年前にデビューしてるわけだから、同じことやってそこに追いつくってなんかイメージしづらいよ。もう全く違うスタイル、違うムードでしっかりとそれが何の面でもいいんだけど、勝負という土壌に置きたくないんだよね。本当の意味でみんな違ってみんないいを作るために2つ目のグループがデビュー段階からプロフェッショナルであることはすごく大事なことだと思っています。正直ダンスは誰にも負けない自信はあるし、その見せ方だったり知識としても、経験としてもそうだし、絶対に誰も負けないとは思うし、でも逆に言うとそれ以外のところがまだあんまり自分がしてないからあんまり思いつかないっていう。自分で音楽作っていく上で自分らしく入れなかったら結局誰かの真似になっちゃうから、真似していくだけなら世界なんて取らなくていいから、だから、もっと自分のこと知りたいなって思ってます。いやもうやったんねんっていう目的もはっきりしてるので、どないか確約されてなかったにしても今までに比べたらその夢にだいぶ近づけたかなとは思うので、
自信はありますね。不安より全然自信の方が。もうちょっと歌唱力ももっとアップさせて自分のこの声を生かしていければいいなって思います。不安もあるんですけど、その期待の方が全然大きくて、でもその分自分も頑張らないとなっていう。 BMSG で本当この一生涯かけてます。マジでめっちゃ信じてます。本当に。どうやって見せる各個人それぞれの個性。良くも悪くも練習生だねって感じ。俺は歌があまり経験がなかったから、俺は正直この2人を超えたいと思うし、レイコとかは一緒にいろいろやってきたんですけど、今回生徒とか海流とかは本当に初めて一緒にやるので、それもすごい楽しみだし、みんながどういうパフォーマンスをできるんだろうっていうワクワクもたまらないです。やっと披露できるっていうのがすごい本当にもうワクワクが止まんないですね。もう自信持ってやろうと思ってます。プロのように歩いて、プロのように立って、プロのような顔で歌いたいと思ってます。長時間かけて一つのことを準備したのが初めてなんで、1年前もオーディションの時にやったんですけど、その時よりだいぶ自信もあるので頑張ります。大丈夫です。バッチリです。綺麗なね衣装を着て踊ることなんてそんなないんで、これにもうヘアメイク入ってメイク入ったらもう無敵ですね。ザ・ファーストの三次審査とはもう全然違うものとして。そうなんですよ。でもね、違う状況であるべきだし、ランとかレイコがセミプロとして経験してることっていうのはアリーナでのライブも含めた客前でのパフォーマンスなわけで、それがなんか一人行って引っ張るって形じゃなくて、言ったら今半分がそれの人間なので、今まで何があって向こうに何を起こすために今日があるのかっていうのをしっかり認識してライブやるのって、プロになってからも結構でかいことじゃないですか。今日のライブが何のために行われるのか、誰に届けたいのかみたいな。待ってきた瞬間が来たね。みんな最高だから、自分を信じて、お互いを信じて、ぶっかましてやりましょう。お願いします。最高のステージにしようぜ。オッケー。じゃあ行くぞ。他の誰といても君の顔がよぎるよ。そばで僕には必要なのさ、今も消えない愛しい思いよ。忘れられない一人きりの部屋、君の顔に残るよ。君がくれた愛の言葉、今もずっとめくりめくのさ。嘘じゃない、夢じゃない、でも思いは募るだけ。会いたい君にまだ惹かれて
君だけ輝いていて引き寄せられて時計の針を止め手を握りしめ The night goes on 朝まで No sleep all night all night 4二人の世界他は気にしない、oh, oh 縮めた距離 Alright Alright girl ただ見つめ合うだけじゃ足りないよ甘い罠に誘い君だけにあげる道の果実 Baby I wanna be a fantasy この恋の魔法のせいにすればいい Fantasy I'll be a fantasy 二人きり just you and me Oh fantasy I'll be a fantasy この恋の魔法のせいにすればいい、oh感動しました。いいことでもあって悪いことでもあるんだけど、特にパフォーマンスになるとランとレイコ、特にレイコが引っ張っていっているのがすごくパフォーマンス面はあるね。もう今ランを見ていると純粋に高いパフォーマンスに不安がないので、よくなんかここまで心でやろうという持っているものを練習して鍛錬して貯めたものを表現に使うっていう状態が完全にできているところが見れるのはすごくワクワクします。ありがとうございます。待っちゃう時あるもんね。歌い出すためにマイク前に来た時に声を待ってしまう感じっていうのは生徒も素晴らしかったね。やっぱり歌のところにどうしても意識が向いてしまう、ラップで声散ってしまうみたいなのは多少あったけれども、まず大前提として、パフォーマンスするぞという意識、楽曲が入った時に顔で歌ってるシーンもすごく多かったので、目が行く瞬間も多かったです。集中がたまに切れる時があったからなんか少しもったいないなと思う瞬間がね少しあったな。海龍の声はまたすごく背骨になるね。ありがたいです。ありがとうございます。やっぱりファンタジーみたいな曲歌う思考がすごい強いんだなっていうのを感じるし、なんか自分のその趣味思考とかがさ声に乗るっていうのはアーティストとしてすごい素直なことだと思うし、あこれ好きだなこれ得意だなっていうのが前面に出るっていうのは、音楽と自分のマッチ度がそのままパフォーマンスに出るっていうのはアーティストとして素直な状態だし、デビュー前の段階で振れ幅がいい方向でそこまで収まってるっていうのはすごい夢のあることだと思うのでワクワクします。海流どうだった？いやガチ楽しい。でもやっぱ本番やね。やっぱなんかやっぱり感情表現一番やっぱ苦手やからさ。まずは良かったなと思ったことは、生徒と海流の伸びしろがすごい見えたということが一番良かったですね。華々しさみたいなものが要所で感じられたので、これはなんか最終的に素晴らしい素敵なグループの一員になるのではという予感を生徒と海流からもらえたっていうのが一番の収穫かなと思います。海流と生徒は割とグループ適性の高い方々だなっていうのは思いました。あと玲子のポテンシャルの高さっていうのもすごい強かったので、それも嬉しかったですね。でランはランで純粋に成長しているので、まあでもやっぱりランの場合は多分グループのメンバーとして胸を張って活躍していくにはそういう問題じゃないところ、その腹のくくりっていうのかな、もうそれを一生やっていくっていう覚悟みたいなものが本心から生まれるタイミングが来ると一気に変わるんだろうなとは思います。まあもちろんそのパフォーマンスアーティストとして水準を超えていることやそもそもの期待値の高さを考えると全然今ダメっていうことは全然ないんですけど、それこそ BE:FIRST がいて2つ目のグループとして出る時にそのメンタリティだと早い段階で枯れちゃうというか、もしくは食われちゃうと思ったので、デビュー前にそのメンタリティが芽生えるといいなと思いながら見てたというのがありますね。悪いことの方としてはアマチュア感はあるなとはすごい思いました。それでデビューしてだんだんプロになっていくっていうのは日本の芸能でよくあるパターン
ちょっと未熟な部分も含めてみんなが応援していって成長の過程を見守る、それを自分は良しとは思ってないので、デビューする時にはもうまごうことなきトッププロとしてデビューしてほしい。なので今すぐっていうのは無理だなとも思いました。きついですね。なんか、僕の中ではなんか必要不可欠だったんで、ちょっとしんどすぎる事実はちょっとあるんですけど、課題曲発表の後からセカンドグループをこう完成させる作るのがスピードが止まらなくなったんですけど、こう体調不良で休まないといけないことがあったり、練習に行けなくなったことが増えて、一回例えば遅刻したりとか行けなくなっちゃったとかが何回も重なったんですけど、それがこう1回の練習2回の練習3回の練習休んだとかで重なっていくたびに自分が自分につける重りがだんだんもっと重くなってしまって、誰からももらってないこうプレッシャーを自分に上げて、こんだけプレッシャー感じさせて重り持ってれば、これで自分のやってることがプラマイゼロになるみたいな気持ちになったんですけど、ここ今やってることから一旦離れることが一番なんじゃないかなっていう話になったんです。で、自分は離れたいわけじゃなかったんですけど、自分が一緒にいることでかけてる迷惑とか、これからかけるかもしれない迷惑は見えていたから、なんかじゃあ一回距離を置きますっていう話になって、僕もそれで賛成して、THEFIRST 参加時から玲子はすごく優しい心持ちと同時に繊細さもすごくあったので、気持ちが入り込みすぎてしまうと少し体調とか気持ちの面とかに影響が出てしまうっていう傾向にあるのは認識していて、それはもう性質、個性、性格の一つなので、それ自体を問題視するということはしなかったんですけど、やっぱり実際一緒にツアーに帯同した時であったり、今回のミッション始まった時であったり、どうしてもやっぱり、ずっと安定したままやっていくっていうのは少し難しいっていうのが継続していて、もう多分これはデビューするぞという目標を、みんなでデビューしたいっていう目標を4人が叶えてしまったら、何を支えにやっていけるだろうかっていうのを明確に言えるものがやっぱりなかったので、それでもやっぱ正直な話、自分も蘭と玲子がいるグループっていうのは夢があるなと思っていたので、なんとかなっちゃえばなんとかなるだろうっていう気持ちがずっとあるのがすごい複雑なんだけど、多分ほぼ確実にこのままデビューしてしまったら2年以内に活動が難しくなってしまうと思ったんですね。正直な話で言ったら1回デビューしてしまって
途中で脱退してもいいじゃないかっていう気持ちもすごいあったんだけど、それはその1年とか2年で一緒にやってきた他の方々の気持ちはどうなるのかとか、最初からそういうのがよぎっている状態でプロジェクトをこれ以上進めていくのはメンバーやスタッフ、玲子含むメンバーやスタッフに不誠実であると思いましたし、なので玲子に一回今進んでいるプロジェクトでのデビューを考えないでもいいんだよという話をお伝えして、今このままこのミッションというプロジェクトで一緒にやっていくのはやめた方がいいんじゃないかというか、やめるべきだと思うという話をお伝えして、本人もそれが良いと思うと言ってくれたので、ミッションの玲子の離脱が決定したという形です。僕のスタイルはヒップホップ、柔軟性、可動域とかもこのスタイルにはすごい大事になってくるので、そのストレッチやったことあるかもしれないけど、なぜダンスに必要かやっていきたいと思います。緩急がすごい、歌でもそうじゃん、緩急じゃん。ダンスでも同じだけ、もう歌ってるように踊ってみて。全然知らないところでオーディションが行われてたと思うんだけど、途中ぐらいまでないもんやと思ってたんで、なんかこういう感じでトレーニーを取って育てて内部でパッみたいな感じなのかなって思ってたのがあれみたいな3人にも合宿に参加してもらうんですけど、ここから12人合流しますよね。噂だと、一番焦ってたのは生徒だはい、そうっすね。やばいと思った。やばいなって思ってました。実はね、あれトレーニー募集って書いてあったんだけど、実は2つ目のグループのメンバーのオーディションですっていうのは、それは確か3時の時にみんなに初めて言ったのかな。募集開始出した時は本当にどっちか分かんなかったですね。ランとレイコのどちらかおよび両方がいる形でのグループっていうのが2022年に結成されるっていうことだけは確信があったし、そこにカイルと生徒がいてくれる可能性っていうのは低くないというか、結構高いな。発表会とか見てても絶対にデビューしよう、早くそこまで持っていくだろうというのはもう変わらずあったので、早く仲間を探したいっていう気持ちはありましたね。ただ最終的にどういうグループっていう段階ではないはずです。前川隆輝、高校3年生の17歳です。よろしくお願いします。見えるもの全部見させてくれ、聞ける音全部聞かせてくれ、一寸先の闇を手探り、アウトに戦法やめて読み隠し、超リズムのスプリーディ TV、 中身まで薄型でイージー、大事なとこにモザイク、この先は禁止、電波ご視聴のリンチ。
スガツというか、男らしいラップ系が好きなので今そっちばっかり練習してて、はい、いやすごくラッパーの適性がある声だと思いますし、多分でも声聞いてる限り歌も上手に歌える方だと思うので、それもすごく聞いてみたいですし、すごい可能性をたくさん見せていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつからか大人ぶっていた毎日に慣れてしまって、ただ素直に感じ合えること遠ざけ追いかけ迷い続けるのさ。ローキーのところに一番の見せ場がこう持ってこれるっていうのはすごくこう実際に本当に歌が上手い方じゃないとできないし、音楽のことが好きだったりする方じゃないとそれがかっこいいっていうことに気づくところまでまずいけないと思うので、すごい音楽が好きな方なんだなっていうのが伝わって嬉しかったです。ありがとうございます。もう少し触ってこの胸の衝動を磨ってどこまでも不安定な世界ならいっそその歪みを愛そう。どうにもならないそんな中でも後に戻らないあの衝撃どうも変わらないそんなとこが人前でカラオケ以外で人前で歌うの今日初めてでめちゃくちゃ緊張しました。それは緊張するよね。でも意外と歌とダンスって似てたりすると思うので、はい、なんかどっかであれこれ一緒じゃないってハマったらスコって歌だったりラップだったりがハマってくる時なんかあるような気がするんで、それも見てみたいなって結構思います。平野です。18歳です。よろしくお願いいたします。お願いします。Let's first go ためには勇気をSo let's just go 今すぐ未来抱き寄せよう The strongest Be free 新しい朝日が昇る夜長を僕に見せてよ So I want you to be前髪がすごい内側に入ってたからハートを演出です。なるほど、やっぱそれそうだよ、意図的だよね。そうそうそう。愛はるどうせだったらと覚えたっていいだろう。もう一回こうぜ僕らの声今に弱みだろ縛られたらしかばね視野ら目線も千葉なり腹満たされねしかばね自己検視欲と助手思考の塊希望は振らない鏡の向こう側の主人にダンス歴未経験なんですよね。すごく踊れますね。練習してきました。練習してきたんですね。高校3年生17歳の鈴木海斗です。よろしくお願いします。お願いします。初めてこんな気持ちになった。たまに誓うことできなくなって口約束は当たり前それでもいいからだけどきっとバイバイだけじゃ終わらない夢を越えて会おうよ精一杯のバイバイ君は止まんないさよならはストーリーすごい歌もダンスも楽しそうで好きそうでちょっと胸躍るところが素敵ですね。いやありがとうございますね。またなんかいろいろ見させてください。ありがとうございました。ではそんなわけでそれぞれ歌い分けあったりもろもろあったりすると思うんで、チームごとの練習はフリーレが終わった後に行うので、まずはフリーレを開始してまいりましょう。で練習中多分息苦しくなっちゃうと思うんでマスクは取ったりして大丈夫なので
みんな検査した上でここ来てくれてるので安心してください。はい、3外足ぐらいかな。7と9。さっき2打ち足って言われた。2打ち足って言われた。じゃあそうしようか。0.75 っていいんじゃない？ああまあ 0.75 に前足がツン来てじゃんじゃんじゃん。動画見てから結構ギリだったんで。ギリだったけど。じゃあ半面いかなくていい。半面に。焦らんでいいと思う。チュッチュッチュッってやったらこの足を戻す。どこや？チュッチュッチュッ。こう行くじゃないですか。こっちに進んでるのにこっちに戻らされるんですよ。ちょっと気持ち悪くないですか？だからそこで移動する。鈴木君はね、体の線がさ細いじゃん、足長いし、ちょっと中性的な雰囲気が漂うイメージなんだけど、俺のね勝手なイメージなんだけどこれ違かったら申し訳ないんだけど、なんかそういうのも出せる雰囲気があるから、なんかもうちょいなんか繊細な動きをもう少しちゃんと意識して踊った方がいいのと、プラス逆にダイナミックにもう少しアクセントとかをしっかり意識するっていうのは頑張った方がいいかもしれない。佐野君の場合はね、まだやっぱこうちょっとこうライン上まだ9大点って感じ。まあ妥協して今ギリ60点かな50点かなみたいな感覚に今まだそこに落ち着いちゃってるから、逆に言えばもっと余白があるのね。それこそ自分が今始めたてだからまだまだ多分もっと成長できるスポンジ状態だから、いろいろ吸収して、それこそ他の5人もなんかこういう表現してるんだっていうのをチームで肌で感じてほしい。移動教えてもらってもいいですか？いいよやろういいよ。2.5 から 0.5 に入ってさ、あれはでも最後歩けるから、あそこは逆にあんまり中に最初移動しない方がいいかも。はい来た、ほら全然いけるじゃんね。自信満々にねみんなやってくれたらねすごいいいと思う。この湯本君のいい顔やばい、いい顔します。いい顔しますやばい表情がなんか結構みんな暗いというか、そういう感じだったから、まあ、ダンスはできなくてもう間違えても2日やからしょうがないから、だけどまあ顔だけでも楽しくやってたら、周りを見て列とかも意識しつつねやれる。いやー30分か。いける。やばいな。心の整理をしてるんですけど、でも自分たちがやってきた2日間の成果を見せれるように頑張ります。お願いします。頑張ってください。頑張ります。元気ですか？はい、発表会やろうかなと思います。あくまでもコンテストでなんかどんだけ間違えずにできましたかを見るわけではなくて、今パフォーマンスです本番ですって2回目になった時にいい感じかどうかみたいなことしか焦点を当てないでよいので、パフォーマンスだっていうのをもう一回ちょっと刻んでおいてください。やれることをやってきたので、あとはもうグリーンチーム全員で楽しみたいと思います。頑張ります。チームイエローです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明るいですけど、もう本番のステージだと思ってイメージしてやってください。プロのリハーサルとかでもきっと大事なのはそれ想像しながらやることだと思うので、すごい大観衆をイメージしてやってくれたら嬉しいです。はい、お願いします。Be free 新しい朝日が昇る夜中を僕に見せてよ。So I want you to be free 今すぐに自由に夢を見ようよ。描かる You can do it 全
全て思いのままさ。タクト君はそんなに素敵な喉を持ってたんですね。歌のテクニック使ってたのにすごくびっくりしたし、ダンスも単純にうまいということだけでなくて、音をちゃんと拾って表現するっていうことに関してすごく忠実にやられてるし、それが途切れないので、すごい音楽と一緒に音を聴きながらあなたのダンスを見ると本当に楽しさが何倍にもなるんで、すごい楽しい気持ちにさせてもらってありがとうございます。パフォーマンスしてみてどうでしたかって一応聞いとこう。めちゃくちゃ楽しかったです。もっとやりたいぐらい、それで終わるのがちょっともったいないぐらい。龍樹くん、個人的に BeFree っていう曲は自由感を出す曲で、自分はどっちかというと抑えられたものより自由で楽しくすることが好きで、だからこの BMSG さんを受けたし、自由がとにかく僕は好きだったので、そういうところを見せれたのかなっていうのと、歌は未経験なんですけど歌のパートがあったりして自分の挑戦にもなったので、楽しいメンバーでできたのがめちゃくちゃ嬉しかったです。楽曲の表情をつかみ取る、表情って作るの大変だと思うんだけど、自然とそういう表情になっているっていう風に少なくとも自分も感じたし、多分そうだったと思うので、それはすごいパフォーマンス表現としてすごい高いレベルで、プロでもできない人っていうかデビュー段階とかそういう苦しむ人多い中で、その年齢で楽曲の表情をそこまで掴み取れるっていうのはすげえなと思って感動してました。いざスカイハイさんの前に立ったり、こうやってカメラに囲まれたら、やっぱり自分が想像してた何倍も緊張する中で、でもすごくめちゃくちゃこのステージを楽しむことができたので、後悔はないです。どういう風にパフォーマンスをするのがマイク持ちとして正解かみたいなものをつかめているっていう感じがすごくしました。きっと頑張り屋さんで一生懸命やることができる方だと思うので、さらに BeFree みたいな曲の時はさらにもっと力を抜いた状態だったらどういう風なパフォーマンスになるんだろうかとか、緩急のついたパフォーマンスっていうのが見てみたいなという風にすごく思ってます。素敵でした。ありがとうございます。 BeFree 新しい朝日が昇るよ、願を僕に見せてよ。So I want you to be free。 今すぐに自由に夢を見よう。 You can do it, you can do it。 全てが思いのままさ。I know まだ物足りないんだろう。 Stop and no どこまでも付き合いましょう。雲の上でチル、誰が邪魔で消える。他の誰かじゃない君と今は夢を見る。 Let's go baby 忘れないで、僕らやがて飛び立つ brand new day。 It's okay yeah 思い出してこの手離さないいつも隣で。最初は本当にもう人見知りみたいな感じで、あんまり発言とかできなかったんですけど、でもこの2日間を通してみんなでダンスとか歌をやることで仲を深められた、このいい時間だったなってすごい思いました。パフォーマンス向きの方というか、すでにパフォーマーとして心の準備ができている方なんだなというのを、強く感じました。英樹くんどうでした？昨日振り入れた時は結構緊張する暇もないぐらい大変だったんですけど、このみんなチームのみんなが支えてくれたから、ここまで一つのものを作り上げられたと。ダンス経験は習ったこととかはないんですけど、ですもんね、一人でやってたんで。スポーツをやられてたここまで野球をやってました。ですよね。いや踊りながら歌うってまた特殊な筋肉、本当具体的に言ったら横隔膜も使うし、鍛えられない筋肉だったりするから、歌いながら踊るっていうことをしないと、動きながら声を出していたんでしょうね、今までの人生で歌いながら踊るっていうことができたのはあなたの今までの人生の蓄積で、培った経験値なので、本当に素晴らしいことだと思います、ダンスの基礎をやってきてないっていうのはやり残しがすごくあるっていうことでもあるので、それは覚えておいてください。はい、加納君どうでしたか？BeFree精神で、アドレナリンをめちゃくちゃいっぱい放出していいパフォーマンスをできたかなと思います、今回合宿の参加をお願いする方の名前を呼んでいくので、
前川隆輝くん、お願いします。お願いします。小原浩平くん、はい。川辺拓人くん、はい、お願いします。湯本香音くん、はい、お願いします。木田直也くん、はい、お願いします。滑川康介くん、はい、森大輝くん、内山伊織くん、安藤優くん、前田大輔くん、鈴木隼人くん、はい、お願いします。お願いします。佐野英樹くん、はい、お願いします。以上12名の方に今回合宿の参加をお願いしようと思います。でもう間もなく合宿に行っていただくんですけど、今はBMSG には練習生が何人かすでにいまして、その中の数名も合宿に参加します。全員ではないです。というのも、全てひっくるめて合宿を行った上で、年内には来年にデビューする2つ目のボーイズグループっていうものをメンバーをこう決めていかないといけないという状況で、今回に関しては申し訳ねえなっていう気持ちというか、心配な気持ちはすっごいありました。デビューしてたらでも普通の先輩後輩で変な気まずさあっても自分はニヤニヤして見れるんですけど、ここから誰かが受かり誰かが落ちるっていう状況で先輩後輩があるのはすごくやりづらいだろうなと思って、本当に申し訳ない気持ちだったんですけど、でももう時間がないのでその形を取るしかない。いやご無沙汰です。りょんりょん先生やマニーさんとかすごい方々が教えてくれるのがめちゃくちゃ楽しみでしょうがないです。ほら、なんだよ、踏ん張ってろ、足指で、足指と内転筋で踏ん張ってろ。先生押すぞ押すぞ。なんだよ、頑張ってます、はい、よしよしよし、だからこれは力技みたいなところだ。話しやすくて結構仲のいいグループみたいなこう感じが A チームにあるのかなと思って、歌が全然まだ未経験の方なのでメンバーの人に聞いてここどうやって歌ったらいいって言ったらみんなできるまで教えてくれたりするので、苦手というかなところを逆に得意にできるようにこうそこを磨きたいというか、そこばっかり練習してます。それこそずっと言ってたように3人が落ちるかもしれへんし、僕も本気で頑張りますっていうのをめっちゃ伝えてます。グループ B チームのことをすごい考えてます。英樹君はでもほんまに自分でも初心者やと思えないぐらいすごい上達力で、分からへんとこがあったら人に聞いてたくさん吸収してる分すごい仲良くなっていってるし、最初の振り入れからダンスついていけてたりとかはすごい才能を持ってるなって自分はすごい思いました。めっちゃ回ってる。自分が思ってるよりめちゃくちゃうまいから、全然できてる。タクト君がまずもうダンスが半端ないっていうのは最初から聞いてたので、多分寡黙なタイプではあると思うんですけど、でも聞いたらすごい丁寧に教えてくれるし、審査までに多分ダンスの面では確実に引っ張ってくれてると思うので、一緒にしつつ甘えつつ
できたらいいなと思ってます。ダンサーとして型にはまらずにちょっと挑戦してみたいなと思った中でこのオーディションの話があったので、これはなんか受けたいなというふうに思いました。ちょっと来てやばい、事件発生。C チームの皆様って何か忘れ物ですか？これはなんだ？これはなんだ？何？たこ焼きな？ちょっと歯医者行ったばっかりで。はい、チェルサーか。右でお願いします。あ、いい感じ、いい感じ。右で来るとうめえよ。今だいぶ仲良くなったけど、これ何日か後にはいなくなってしまう人もいるんだよねって話をした時に、誰もそれを想像できる人はいなかったですね。やっぱりもちろん僕もできないですし、まあでもそれはしょうがないと言ったらまあしょうがないというか、受け入れなきゃいけない現実ではあるので。今時ピッて行けるんですよ。知ってました？新幹線ピッて乗れるんですよ。知ってました？このオーディションがミッションという名前である理由でもあるんですけど、一つは参加者の彼らが本当の意味でプロになるっていうためのミッション、もう一つは BMSG に課せられてるミッションだと思っていて、 BMSG がもう一つ大きな組織、大きな会社になるためのミッションっていうのが明確にあると思っています。ありがたいことに本当に優秀なスタッフに恵まれたので、彼ら彼女らが自分たちの意思や意義でもって、企画プロジェクトを進めていく、および自分は今現段階も極力介入しない、ザ・ファーストの時は特殊だと思うんだけど、極力介入しないようにする。ただ何か違うぞとなった時にどういったタイミングで軌道を修正すべきなのか、または多分責任を自分が取りに行くこともあるでしょうし、会社として大きくなるため、フェーズを変えるために意識的に入らない必要があるっていう自分にとってのミッションでもある気がします。合宿第一次審査を始めようと思います。よろしくお願いします。どういう形であれ15人で過ごすのはもう今日で最後なので、一つは思い残すことのないようにやってもらえたらなと思います。ストップ止めて、君だけ輝いていて、引き寄せられて。どうでしたか？前にやった時は1番だけだったんですけど、その時はなんかあんまり自分の中でも消化しきれなかったなっていう部分があったんですけど、今回はなんかより歌に入り込んで、なんか自分がその世界に入って自由に動いてるかのようななんか感覚になって、なんか自分の中でも気づいた部分や成長できた部分がたくさんあって、なんかそこが自分にとってすごい嬉しいことだったし、それをこの A チームで表現できたのもすごく嬉しかったです。パフォーマンスとしては本当に順調に成長されていて頼もしかったです。今はまだこういう風にパフォーマンスしようっていうのをイメージしてステージでやられてる状態だと思うので、それを続けていくとそのうち多分考えないでも気がついたらかっこいいことやっちゃってたっていう瞬間が出てくると思うので、今のままで大丈夫だと思うので頑張っていってほしいなと思います。ありがとうございます。特注のガラスの靴、かぼちゃの馬車なら向かわすタスク Don't want anything but you、 君がいる今日が俺の特集。イルミネーションが飾る夜景も君の前じゃ頑張っても上演ショー。龍騎はどうでしたか？はい、今回自分は初めてラブソングというかエモいチル系の曲をさせていただいたんですけど、ラップ担当させていただけたことがめちゃくちゃ嬉しかったので、もっとこういうなんですかね、表現の幅を広げていきたいなって改めて思ったので、頑張っていきたいなと思ったのと、こうして A チームでこの大人な恋愛を描けたことが自分にとってはめっちゃ勉強になりました。ラップもね張らないから
高くないし張らないから割とマイクに声入れるの大変だったりすると思うんだけどそれが最後まで途切れることなかったですし、ボーカルコントロールっていうかマイクコントロールがもうバッチリできていたこととか、もちろんなんかもっとキー感掴んだらもっといろいろできるだろうなとかはあるけど、歌っても全然素敵だったのを考えるとそんなに難しいハードルじゃないと思うんで、ガンガン挑戦していってほしいなと思いますし、あまりそういった意味で心配することはないです。そっと一目で君だけ輝いていて引き寄せられてストップ時計の針を止め手を握りしめたないこと朝までのスリープライオンナイト二人の世界他は気にしないこのファンタジーという一曲に対してもういっぱい考えていっぱい悩んでいっぱい心から楽しんで、その分ちゃんと悔しい思いも個人的にもチームとしてもしてきた分、やっぱ今までの全てが乗ったファンタジーがお見せできたのではないかなと思うので、とてもチームのメンバーもそうですし、この15人全員に感謝したいですし、支えてくださったスタッフさんだったりメイクさんだったりにも本当に心の底から感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。ありがとうございます。こうふわっと全体を見ると一人そのダンスの経験の浅い子がいるっていうのはもう気にならないかな、気づかないし、Wanna be a fantasy? Yeah. オートク中のガラスの靴、かぼちゃの馬車なら向かわせたすぐ。なんか本当にこの1週間を通して自分のその役割というか、例えばこう落ち込んだ時はちょっとほんわかさせれるような自分を出すことができたり、なんかグループとして必要な役割を果たせたかなと思っております。せっかくなのでトレーニング期間も長いし、クオリティさらに上げてほしいなとは思っています。パフォーマンスにおいては純粋なダンスと歌のクオリティっていうのに関してはせっかくポテンシャルが高いのでより突き詰めてほしいなって思います。はい、そんくらいです。頑張ります。個人としては僕本当にたくさん課題があって、まずは自信がなかったっていうのと、あと表現に一つ一つしか表現がないっていうのが自分の中ですごい課題で、このメンバーと本当にこうした方がいいんじゃないとか、ここ癖ついてるとか自分で気づけなかった部分も気づかせてくれたので、すごい本当にグループっていいなっていう風に思った1週間でした。だいぶ大きく変わっていたと思うし、意識して変えてくれてることも伝わったし、直哉のカラーみたいなものができつつあるんだなというのを感じました。すごい中間発表からここまでの短い期間だけどとても2日と思えないくらい、多分パフォーマンスアーティストとして結構大きな転換期だなというふうに思うんで、引き続き頑張っていってほしいなっていうことに尽きるかなと思います。一目で君だけ輝いていて引き寄せられて、ボーカルに比べるとやっぱりダンスがまだまだ課題は多いんですけど、振りを踊るっていう以上のその表現だったりとか表情をつけるだったりか、その段階に行かなきゃいけないと思ってるので、そこすごい意識しながら、このチームだったらタクト君とかもいてくれてすごい成長しやすかったので、もうちょっと具体的に言ったらアジリティというかね、俊敏性みたいなものとかをキレみたいなやつだけど具体的な筋トレとか含めて鍛えていきたいと思いますね。はい、それが明確すぎる課題。この恋の魔法のせいにすればいい。Fantasy, I'll be your fantasy。歌の部分についても自信を持ったパフォーマンスができたんじゃないかなというふうに、何より楽しくそれができたので僕は良かったかなというふうに
もちろんこの現状に満足しているわけではないですが、そこの部分については良かったというふうに思っています。より一層本気で頑張ってみてほしいなというふうに思います。多分その気になればなるほど成長の速度とかその度合いとかが上がると思うので、結構自分にはものすごいたくさんの伸びしろが見えているので、ただそれはあくまでも白なので伸ばしきるかどうかはタクト次第だと思うので、そうだね、期待しているというだけしか言えないんだけれど、どんな素敵なアイスやジュエリー、夜その方法は一つもない。ほら太陽が僕らを見つけ、この前に逃げよう Baby I'm ready。 朝まで No sleep all night all night、 どん誰も追いつけない、離さないで絶対 Oh oh、 縮まる距離 Alright Alright。 もともとガールズのダンスをやっていたので、それがどうしても癖に出てしまうのが自分の悩みでもあり課題でもずっとあって、今でもそうなんですけど、この曲では少しそういった部分でも活かせるかなと思って、少し自分なりにそういう部分を入れてみたりとか、でもそういった課題を踏まえながら自分なりにこのダンスをできたことが良かったなって思います。表情がいっぱい知らなかったところがいっぱいあって、そのどれもが魅力的だったんで、パフォーマンス中にこう目を奪われる瞬間たくさんありました。素敵ですよ。まだまだ歌い方とかもいっぱいあると思うんで、そうだね、まだまだ研究してほしいなと思います。でも現段階でも素敵だったっていうことだけは間違いなく言えるんで、かっこよかったです。同じ課題曲を1週間練習し続けることとか、いろいろ大変だと思うんだよね。すごく大変な人もいれば、大変かなこれ楽しいだけだけどなって人もいると思うんだけど、少なくとも日常じゃないのは確かなので、でもって、また明日以降は人数を減らさなくてはいけないっていうのもまた確かにあるので、そこら辺本当にシビアです。なんか冒頭でも言ったと思うんだけど、本当にこの時間ってすごく恵まれていて、ただ成長のことだけを考えていい時間っていうのはもうデビューしてしまうと訪れなくて、俺もやりたいから1ヶ月合宿とか伸びて1ヶ月練習してって思うけど、やっぱりそういう時間っていうのはもしもデビューしてしまえば取れなくなるし、本当に実はめちゃくちゃ恵まれた時間なので、どうか明日以降残ってくださった方にも改めてちょっと本気で頑張ってほしいなと思いますし、集まってくれて改めて本当にありがとうございます。自分としても本当素敵なものを見せてもらって胸がいっぱいです。マジで本当にありがとうございました。ありがとうございました。自分たちで目指す先を共に誓い合ったり励まし合ったり、内側で全部やれていくというチーム力、それをチームでやるときってやっぱりブレちゃったり弱気になっちゃったりしちゃう人がいたりするんだけど、それを互いに支え合える力、歌とダンスとラップとかのクオリティっていうものは当然大事にしてるんだけれども、2つ目のグループっていうのにあたって最終的にやっぱり単純なクオリティと同じかそれ以上に大事なものはこれかなと思って、いるものがメンタリティ、こういうふうにやっていこう、こういうふうになっていこうっていうビジョンがしっかり見えていて、そこに向かってみんなで進んでいけて、周りの人間がくじけそうになったり、何かちょっと今うまくいってないなっていう時にモチベーションが下がってたりするのを、多分俺たちはこういうふうにやっていけば絶対いけるよっていうのを周りに鼓舞してやっていける。自分一人でもビジョンを見つけて目指せるし、そこに仲間がいるんだったら仲間を引っ張り上げていけるみたいなメンタリティっていうものが絶対に大事だと思ってます。そういうのが備わった時、2つ目のグループっていうのはむしろ
自由度も高く一番輝ける強さが持てるんじゃないかなというのがぼんやりっていうよりはもうちょっとしっかりと見えているので、選び方は本当に迷ったんだけど今回そっちの方向にさせてもらいました。次の審査にお願いするのは全部で12人なんですけど、呼ぶ順番っていうのも順位に近いものがあると思っておいてもらって大丈夫です。直哉お願いいたします。海龍、龍樹、蘭、お願いします。タクト、お願いします。康介、セイト、カノン、隼人、お願いします。エイキ、お願いします。浩平、ありがとうございます。よし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 。今はそれでよしとしてあげる。ね、あなたたちタクト助けなさいね。いいね。歌そんなにやったことがないだけだから。はい、先生だけ見ながら歌いなさい。ワン。時間ばかり過ぎ去る答えは何一つないブラボー。踏み出すよこれでピッチが安定すればね、音が入れなきゃね。はい。ブラボーブラボー。それボリュームも立てていいよ。今も誰かと比べては足を止め、めっちゃ良くなった。消えることなんてないダメージ、いつまでもゴールは待ってない。いいね。はい。海龍は合宿中に体にジェームス・ブラウンかマイケル・ジャクソンを入れるとありがたいな。はい。消えることなんてないダメージ、ダメージマイケルだったらそんな感じになってる。答えは何一つない。そうが本当に苦手で、本当は多分出るんだよね。出ないかもってやると、ここら辺引っ込むから裏返っちゃうんだよね。メンタルとの戦いもあるね。久しぶりです。で、今日から3日間しっかりと、またグループで練習を改めてして、2週間後ですね、もう一回集まるので。ここちょっとそういうテンション感なんだ。そう。この歌詞の意味をみんなで話し合って、この文章のところはこういう気持ちというか自分の気持ちをこうみんなで共有してたって感じです。正直期間があって今だったら良かったなと思ってて、その期間でだいぶ歌とか自分の家で練習できたし、これがじゃあもし大阪の夏合宿が何事もなくそのまま最後まで進んでたら結果変わってたのかなとかっていうのも思うし、多分あれなかったら多分1ヶ月の間に多分メンバー決まってたのかな。また1ヶ月だけで決めてたら多分全然また違っただろうしと思うんで、結果オーライに僕らがしていくしかないというか。自分にとってはすごくプラスでしたね。やっぱり多分まま何事もなかったとしても多分デビューメンバーには残ってないと思いますね。個人的にもフェスを海龍と2人で見に行ったことに結構意味があったなって思います。うわ悔しいなって2人でつねり合いながらそうなんですよ、フェスしてましたそのフェスをやっぱ見てて、翔太君だったりコア君だったりをはじめ類体系エディとか見てても同じトレーニーだったりとかするのにこんだけ圧倒されるものを見せられて、
これは自分がグダグダ言ってる暇ないなって思った次に BE:ＦIRST を見て本当にこう、差を感じたというか自分も頑張ればこうなるんじゃないかみたいな。自分も次に進まなきゃいけないなっていうのが終わった瞬間に取ってきたというか。他のやり方が分からない。2人か、しんどいな。緊張してますか？すると思うんだけど、緊張して、いいと思うし、なんなら緊張してあげてください。今日みたいな人生がかかったステージみたいなのってプロになるとやっぱり何回か来るので、今日は間違いなくそういう日だと思うので、なんかこうそれをうやむやにごまかすよりはちゃんと人生かかってるなと思ってしっかり受け止めて受け入れて、本気でやってもらえたら嬉しいなと思いますし、緊張していきましょう。気合入れていきましょう。じゃあ楽しみにしてます。よろしくお願いします。お願いします。1、2、3、4。合図が鳴り響く今じゃない簡単なことさえも相変わらずあと少しでまた見失う何度も誰のために Many tries 今はまだ何も持ってない時間ばかり過ぎ去り答えは何一つない今も誰かと比べては足を止めやらなきゃいけないことは後にしてまたなんとなく過ぎるのは誰のせい、消えることなんてないダメージいつまでもゴールは待ってない何時間もついたため息二度とも元にはしないだから今踏み出すよそれはかままに Get down, get down, get down合図が鳴り響く今じゃない簡単なことさえも相変わらずあと少しでまた見失う何度も誰のために Many tries 今はまだ何も持ってない時間ばかり過ぎ去る答えは何一つない今も誰かと比べては足を止めやらなきゃいけないこと後にしてまたなんとなく過ぎるのは誰のせい、消えることなんてないダメージいつまでもゴールは待ってない何時間もついたため息二度とも元にはしないだから今戦うしゃらに Get down, get down 生み出すよただわがままに Get down, get down, get down マジよかったナイスバイブスいやナイスバイブスだねやったね歌めっちゃ良かった100点本当に100点150点いや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 お待たせしましたお待たせしましたよろしくお願いします前提として2つのチームともパフォーマンスが本当に素晴らしかったですそれがそれが本当は何よりも基本的には大事なことだと思うのでそれだけどうか忘れないでいていただきたいなと思います
今12人いらっしゃると思うんですけど、そこから10名の方で最後の合宿をやりたいと思ってます。では1人目の方から名前を呼ばせていただきます。直哉、よろしくお願いします。前回も本当一番先に名前を呼ばせてもらってしまっているんで、2回連続で名前を最初に呼ぶっていうのはちょっと意味を持ってしまうと思うんですけど、それに値すると思ったので呼ばせていただきました。パフォーマンス何が素晴らしかったって、やっぱりずっと途切れていないというところが本当にすごく大事なことで、やっぱ難しいコレオグラフとか難しい歌ってなったら、それを終えた瞬間ってやっぱ気緩んじゃったりとか、それが来る前ってそこのこと考えちゃったりとかすると思うんですけど、パフォーマンスしてる間ずっと感情の流れが曲の中でできてるので、それはもうプロフェッショナルだなと思いましたし、ただそれができてるだけじゃなくて、積み重ねてきたその歌とダンスの純粋なクオリティっていうのもすごい高いレベルに仕上がってきているので、とてもこれは期待およびそういうのはすごいことなんだよっていうのを改めてちょっと声を大にしていただいたので、呼ばせていただきました。お願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。龍騎、お願いいたします。海龍、ありがとうございます。生徒、お願いします。エイキ、歌ももともとうまかったけど、やっぱり踊りながら歌うっていうのは特殊技能だったりすると思うんだけど、努力の方向性としてここもっとこうだったらっていうところは全然ないので、ただ何せその努力の方向性とその努力の量がパフォーマンスから見えるっていうことがすごいので、本当に心から尊敬しております。ラン、がむしゃらなパフォーマンスをするとどうなるんだろうっていうのを見せてほしいなと思ってます。ステージ上で何回かお気に入ってしまうことがあるので、すごくかっこいいダンスだったり、歌だったり歌いながら踊るパフォーマンス、いろんなものを、いろんな武器を少しずつ増やしてくれてると思うので、見てて楽しい瞬間も増えたんですけど、感情をお気に入ってしまうと、その分その瞬間お客さんの感情も置かれてしまうので、一回そうだね、さらにがむしゃらな部分を強めてくれたら、素敵なランがもっと見れるなというのを知っているので期待しているというところもあります。そしてタクト、そうだね、改めてどういうアーティストになりたいのか、どういうパフォーマンスをしていきたいのかっていうのを自分の中で明確にして、そこに向かっていく時が来ているのではないかなと思います。カノン、浩平、隼人もあと1週間あったらどういう形のアーティストになる、もしくはなろうと思うんだろうというのがとてももう期待で胸がいっぱい膨らんでいるところなので、合宿頑張りましょう。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。本当合宿といえどマジ一瞬で終わっちゃうと思うので、3日間ですごい成長する人もいれば、それのもういくつとか経験どのくらいとかも関係ないけど、3日間くらいでこうなろうと思ってそこに向かって具体的にイメージしたものに対して具体的に向かっていくと、3日間くらいでバコーンと伸びることって結構あったりするし、逆にその何年やっても伸びないパターンも本当にあったりしちゃうから、ただレッスンの時間を普通に消費しちゃったりとか、なんとなくやっていくと本当にそうなっちゃうから、実りのある時間にできると思ってるので、何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日から合宿始まんねんな。蜂蜜がこれか。ほんまに蜂蜜だ。や。7月の時と部屋一緒なんですよ。あ、ほんまや。一緒の部屋の人、一緒のパンスト。思った。思った。で男2人が出てくるテキストが2つついています。はい。あの日とんでもない大雨でここの少し先にある川がさ、ゴゴゴゴゴゴって水の流れが響いてここまで地鳴りにも聞こえる耳鳴りにもただこの何もない静かな土地にさ、轟音が鳴り響いてたあの日。入れてくれ。まあとにかく今目の前にある問題をどう処理するかを考えよう。その方が順序先だから。謝るとか少なくとも今はそういうことすっ飛ばしたい。どうにかなっちゃったのかな。だってこの状況作ったの全部お前だろ。それをなんだよさっきからまるで俺がやったみたいに。冷静になれよ。本当に最初はちょっと不安すぎてどうなるかなって思ったんですけど、なんかでも本当になんかみんなの演技を見てたくさん吸収して、なんか自分なりにまあ最後は最高の演技ができたんじゃないかなっていうふうに思います。曲名はミッション。ミッション。ミッション。いい声よ。歌詞と曲調がすごく燃え上がらせてくれるというか、情熱に満ち溢れた曲なので、もう鳥肌が立つぐらい感動して、そのアップテンポというかなんか激しめの曲でダーンとかダーンとかダーンみたいな感じで、もう素直に本当、なんか今までと全く違った曲が来たなっていうのがすごい印象で、ついに最後なんだっていう曲でもあったし、めちゃくちゃキー高いし、本当スキルめっちゃいるなっていう曲でもあるし、曲はまずもうめちゃくちゃかっこいいんでやる気出ますね、自分もかっこいいと思ってる曲だとやっぱりそりゃ入るパワーが多分違うと思うんで、みんな結構曲やっぱめっちゃいいなってなってるんで、もちろん全部良かったですけど特に今気持ちも入りやすいですし、意気込みが全然違うなというのを感じます。その前回はやっぱりいきなりオーディション受けてっていう、もう本当変わるのかなどうしようみたいなっていう不安とか緊張とかばっかりだったんですけど、今回は正直その時を得て、もう気持ちとしては今はやるしかないっていう、もちろん不安や緊張はありますけど、それもなんかいい意味で闘争心に変えれてるかなというか、もう絶対にデビューしてやるんだっていう気持ちに全力で触れているかなっていうの。この合宿は10日間なだけで、この最終審査までは2週間ぐらいなだけで、目指し始めてからで考えたら結構な時間、結構なもう何年っていうあれなんでに来てのここなんで、こんなにもデビューに近づけたのも初めてやし、だからでもそういう瞬間が来た時でどんな感じなんやろうって、全然デビューが見えてない時とか思ったりしてたんですけど、いざ来てみたらやっぱり時間かかりすぎたっていうのもあって、実感が湧きにくかったり、結構不思議な感じです。でも本当にあと一歩っていうところまで来てるのが事実なんで、本当につかみにいってます。でもほんまに長いようで短い期間だったなって思います。本当はこの事務所来る前が一番もう死にそうな感じやったんで、ずっと
その時が一番長く感じてて、でもこのトレになってからの期間はめっちゃ早く感じてます。やっぱ自分の中ではもう目指すものが決まってるから、パフォーマンスではやっぱこうちょっとみんなに長くやってきた分いいパフォーマンスを見せたいっていうのはもちろんあるし、この期間やってきたからこそ、負けたくはないなとかは思ったりはしてます。キングスの庄司です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ワンツースリーでワンツースリーエンフォーエンパイズシ。今までしっとり系の踊りが得意やったんですけど、こういうバンバンバンみたいな止まるやつを結構やったことが少なかったので、結構苦手分野ではあるんですけど、それを得意に変えれるぐらいになりたいなっていうふうに。東京から来たぜ。どうですか、コレオグラフ。もうみんな頑張って今覚えてますよ。よっしゃ1曲練習するっていうだけで考えたらそれなりに時間があると思うんですけど、でも逆に言うともうこの先ないので、むしろデビューできた場合ってもうラストアマチュア期間なんで、悲しいことに1回プロになるともう二度とアマチュアに戻れないという、年齢関係なくキャリア関係なく、だからちょっと大事に過ごしましょう。はい、今はさ、多分すげえ大変だし、これから練習してって多分この先なんかまだダンス何ヶ月なのにすごいねとか1年なのにすごいねみたいなことを逆に言われちゃうと思うから、そこに満足しないようにだけ気をつけて。庄司さんにこの瞬間は誰よりもかっこいい角度とかをしている瞬間もあるから、そういうところをもっと自分で見つけて伸ばしていけるといいねっていうことを言っていただいて、本当にこんな自分のダンスの中にもいい瞬間ってあるんだなっていうのを気づかせてもらったので、すっごいいいマインドになったというか。正直自分があんな頑張れてるかって言ったら全然自信ないぐらい、頑張るって多分誰でもできることじゃないと思ってるんで、本当にある程度の度を越したどんなに頑張っても多分どっかで絶対かかっちゃうと思うんで、それ超えていけるのって本当にかっこいいしすごいなと思ってるんで、めっちゃめっちゃすごいなと思ってます。立ち姿がすごく綺麗で、それは生かしてほしい、すごく大事だけど、人間って裏切られるの好きだから、さっきまでこうやって座ってたのに急に次の瞬間はグッっていうこの雰囲気がところどころだけでいいから、そういうのを足せるとちょっとそこはそっちっていう、もう少し欲張っていい気がしてて、時々意思を感じない瞬間がある。そのタクトに明確なアドバイスみたいなことはできなくて、今日一緒に探していこうねって言ったんですよ。そしたらもうその次の瞬間からとんでもないエネルギーが出てたんですよ。いやもう見つけてるやんってなって、今ごめんちょっと今みんなこんなにやってたのにタクトしか見てなかった。ごめんいや今はタクトしか見れなかった。めちゃくちゃふって見た時に引き込まれたし、めちゃくちゃ見えた、タクトの思いが見えた。今まで結構もうスキルを見せつけるじゃないですけど、うまく踊ろうとかとにかく綺麗にとか割と意識してやってた部分はあったんですけど、ちょっとそれを取っ払って雑になってもいいから、ちょっと自分の気持ちとかを込めて
なんかやってみたらそれがハマったので、自分の中でも。でそれは周りが見ててもそういう風に今の良かったって言っていただけたんで、ありがとうございます。振り付けじゃないものを見たいのよ。それを上回ってくるみんなの魂を見たいのよ、こっちは。それが今はもう完全に出てる。それにめちゃくちゃ掴まれるわ。最高じゃねえか。水飲め水でも飲めお前ら。最高じゃねえか。とお茶を、団子とお茶、和室だから団子とお茶をっていう、ただそれだけ。それ知る。その音楽自体は好きになったっていうのがなるほどね、キーですね。いい2ヶ月だったよね。本当にそう考えると、はい、調子はいい感じ。でもすごくいい感じです。なんかモチベーション高そうだなと思って。はい、最後の最後というか、もうここで決めないとなっていうなんか覚悟というか、マジで待ちわびた時が来た。悩みは全然ないですね。いい話だな。もう頑張るだけですね。吹っ切れたんだね。どういうのが好きとかってあるの？もともとはどっちかというとジャンル的にはそれこそ F3 というか、ガツガツした曲が結構得意というか、好きなジャンルで自分で作ったりする時とかもガツガツ系のが多くて、どっちかというとメロ系というかおしゃれなチル系はあんま作ったことがないというか。あ、そうなんですね。そして今日その作った曲をめちゃくちゃやばいです。でもさせていただけるのが、聞くやったぜ。いいですか？それじゃあ行かせていただきます。ここで？生で？やってもらってもいいですか？どっちでも。それもやった方がいいですか？アカペラでいいのか。9回裏1打逆転、狙うは場外。Now it's my time。洗いかけばら令和革命家。そろそろ準備しときますメディア。It's my time and it's my time。Yeah yeah hey。かっこいい。本当ですか？すげえいい。本当ですか？緊張します。今まで聞いたら一番良かったね。すげえいい。緊張します。なんかミッション、この曲に出会ってから新しい自分というかに出会った気がして、今まで踊ってた自分とはまた別の自分、なんかそれをすごく極めたいなっていうふうに今すごく気持ち的にはなってるし、段階を通すにつれて周りとのメンバーとの関係とか環境が変わったりとか、それにつれて自分も変わっていったりとか、今までの自分だったら多分大きな問題とか課題が出てきた時にそこから逃げて逃避してっていうのが多分今までの自分だったんですけど、多分今だったら仲間もいるし、多分自分も成長したし、今なら何があっても立ち向かえる自信はあるし、解決できるのかなって思います。おはようございます。BMSG ボーイズグループオーディション2022の最後のステージ、最終審査を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最終審査の楽曲のミッションは本当にみんなのことをこう思って書いたものであるのに間違いないですし、今の多分君たちの状況で照らし合わせて自分の歌にしやすいものであったんではないかっていうふうには思ってます。もちろん全員が合格っていう形にはならないと思います。でもそしたらそれで人生が終わりかということもまたないと思います。いろんな形でいろんな人がいろんな人生のミッションをこうくぐり抜けていく中で、ずっと魂のこもった楽曲にしてほしいな、それを今日見れたらいいなというふうに思っています。チーム X の皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。待ちわびた時が来た、もう
う絶対に離さない Never let go 瞬間にかけろ Never let go 運命を変えろ踏み出したその足が幾度震えていたとしても何回だって自分を吠えろスタンドアップうつむく暇なんてない誰かの目は関係ない自分から逃げた時こそ最後 Wake up 傷ついた数を誇りと呼ぶんだ勝ち負けなんてもう目をそらさず生きれるかどうか咲いた夢の果てや去った思いのかけらきっと今は見えない見えやしないんだたった1秒だってほんのひとときだって輝くために生まれてきた自分次第だなんて全てわかってんだ誰かじゃない自分がまたそこで待ってるから簡単じゃない、なら不可能じゃない、答えはまだない、今生まれるのさ人は誰もが未完成だからこそ皆光ってる穴なんてない道は安全飛ぶことを忘れるだなんてナンセンス Every step, every way 無我夢中で行けこの時点でだけはバスなんてできねえ心すべてかける選ばなかった未来ごとくれてやれ咲いた夢の果てや去った思いのかけらきっと今は見えない見えやしないんだたった1秒だってほんのひとときだって輝くために生まれてきた自分次第だなんて全てわかってんだ誰かじゃない自分がまたそこで待ってるから自分次第だなんて全てわかってんだ誰かじゃない自分がまたそこで待ってるから簡単じゃない、なら不可能じゃない、答えはまだない今生まれる見逃すな待ちわびた時が来たもう絶対に離さない Never let go 瞬間にかけろ Never let go 運命を変えろ踏み出したその足が幾度震えていたとしても何回だって自分を超えろ何回だって自分を超えろありがとうございます。ありがとうございます。内側にあるものが外側に表現できる。楽曲が持っているものをそのままなぞるではなくて、自分が今こういうことを思ってますっていうことが外側にすごく表現されていたパフォーマンスというか表現として非常に質の高いものだったのは間違いないので、そしてこれだけ声もキャラクターっていうのは性格だけじゃなくて声もキャラクターもこれだけカラフルな方々が揃った上で同じ感情を描けているっていうのはグループパフォーマンスとして相当レベルの高いことなので今の段階でこれが見れたっていうのがもうめちゃくちゃ心から嬉しいです。素晴らしいパフォーマンスでした。すごく未来の見えるパフォーマンスだったのは間違いないです。素敵でした。ありがとうございました。チームエンターそしてこのプロジェクト自体の最後のパフォーマンスの時間に、なりました。待ちわびた時が来たもう絶対に離さない Never let go 瞬間にかけろ Never let go 運命を変えろ踏み出したその足が幾度震えていたとしても
自分を吠えろ Stand up うつむく暇なんてない誰かの目は関係ない自分から逃げた時こそ最後 Wake up 傷ついた数を誇りと呼ぶんだ勝ち負けなんて No 目をそらさず生きれるかどうか咲いた夢の果てや去った思いのかけらきっと今は見えない見えやしないんだたった1秒だってほんのひとときだってああ輝くために生まれてきた自分次第だなんて全てわかってんだ誰かじゃない自分がまだそこで待ってるから簡単じゃないなら不可能じゃない答えはまだない今生まれるのさ人は誰もが未完成だからこそ皆光ってる穴なんてない道は安全飛ぶことを忘れるだなんてナンセンス Every stay, every way 無我夢中で行けこの人生でだけはパスなんてできねえ心全てかけ選ばなかった未来ごとくれてやれ咲いた夢の果てや去った思いのかけらきっと今は見えない見えやしないんだたった1秒だってほんのひとときだってああ輝くために生まれてきた自分次第だなんて全てわかってんだ誰かじゃない自分がまだそこで待ってるから自分次第だなんて全てわかってんだ誰かじゃない自分がまだそこで待ってるから簡単じゃないなら不可能じゃない答えはまだない今生まれる見逃すな待ちわびた時が来たもう絶対に離さない Never let go 瞬間にかけろ Never let go 運命を変えろ踏み出したその足が幾度震えていたどうしても何回だって自分を吠えろ何回だって自分を吠えろありがとうございました。ありがとうございました今まで積み上げてきた感情みたいなのの片鱗を何回も何回も見ることができてそれは確実に今まで努力して技術の裏打ちができてるから支えきれた感情だと思うしいろいろあったと思うんだけど間違いなくみんな頑張ってきたのでその感情自体を片鱗をすごい見せてもらったことっていうのはやっぱりね見てる側の胸にやっぱ来てしまうしなんかまるで自分も一緒にステージの上上がらせてもらってるような気持ちになってものすごくエモーショナル感情的にこちらがなってしまうようなパフォーマンスでした。それは胸を打ちました。とても楽しかったです。ありがとうございました。ここまでたどり着けなかった仲間もやっぱりいっぱいいるしその全部に本当にもう嘘偽りなく全員にめちゃくちゃ感謝しているので、あなた方はまず自分自身にめちゃくちゃ感謝して、よくやったなお前と自分に言ってあげてください。後ほど会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。面白くなってきたな。なおはや英樹とか龍樹はタクトはそういうポジションになった時に隼人はやっぱりすいません僕にアイスコーヒーをください。いやコーヒーじゃなくてもなんか冷たい飲み物ください。
まずは本当にありがとうございました。本当に短くない時間とか軽くない気持ちとかをみんなに注いでもらったと思ってます。これはもう自分が今後何をどんだけ頑張っても返しきれないくらいみんなから一つ大きな財産をもらってるので、それをすごくこう一生背負っていくくらい大事にしようと思ってます。それを思わせてくれたのはただ時間が長かったとかそういうことではなくて、最後にパフォーマンスを見せてくれたっていうのは本当に大きなことだと思います。大げさじゃなく感情がしっかりと乗っかっていたし、感情が乗るっていうのはそれだけまず自分が感情を動かした時間がないとやっぱ到底無理なことなので、いろんなことを見せてもらったし、いろんなことを学ばせてもらったし、未来のことをこう想像してワクワクする時間をたくさんいただきました。もう何回ありがとうと言っても言い足りないんですけど、本当にありがとうございました。グループ名は BMSG の M を頭文字にしたマーゼルっていうのをグループ名にしたいと思っています。もともとマーゼルっていう英単語自体に幸福とか福音とかそういった意味があるんだけれど、メイズ、迷路とゼール、情熱、それを掛け合わせた造語にもしたいなと思っています。メンバー数は8名、マーゼルは8名で一つのグループとしてやっていきたいと思っています。マーゼル1人目のメンバーは海龍、はい、このオーディションに応募してくれたこともそうだけど、もっともっとずっと昔から夢を見てそれに向かって追っかけてくれていたことに本当に心から感謝したいです。海龍は人間性もね面白い面白いって言うとあれだけれど、みんなを和ませたり時に引っ張ったりそういうこともしてくれてたと思うんだけれども、その場をなんとなくまとめるということに良しをするのではなくて、その後の夢であったりそういったものをこう目指すということの視座が一番ぶれなかったと自分は強く思っていますし、それはパフォーマンスそのものだけじゃなくて周囲にとってもいい影響をいろんな形で及ぼしてくれてたと思います。最初に名前を呼ばせてもらうのは海龍だなと呼ばせていただきました。マーゼルよろしくお願いいたします。お願いします。マーゼル2人目のメンバーは直哉、本当にこれだけ素晴らしいポテンシャルを持っていて、よく今まで世の中に見つからないでいてくれたと、なんなら間違った世の中に自分が感謝したいくらいの気持ちです。まだあなたが自分で思っている以上に伸ばしきってないポテンシャルだらけなので、めちゃくちゃワクワクしております。まだデビューまでも時間があるので、さらに違った姿を見せてくれると信じています。どうかよろしくお願いします。3人目のメンバーはラン、やっとデビューする時が来ました。決して短くない時間一緒に進ませてもらって、それこそ自分の毎日が迷路みたいに思った日もきっとあったと思うんですけど、今のランはきっと出口があると信じて進める人間であると自分は胸を張って世の中に送り出せますし、まだまだもっとここだというパフォーマンスの瞬間にもっと決めきれるランはいると思います。これからが本番なので、世の中の人に
ランの素晴らしさを証明していきましょう。自分にできることはもちろん何でもしますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マーゼル4人目のメンバーは、生徒。ありがとうございます。ひょっとしたら生徒がいないパターンのボーイズグループがデビューすることもあったのかもしれない。それを覚悟しなきゃいけないって思った日があったのも正直に告白しておきます。ただ今の段階で生徒のパフォーマンス、メンタリティ、将来性全く心配してないです。すげえものを見せてくれると心から期待してます。何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。5人目のメンバーは、龍樹。最後の最後までステージでずっと笑顔だったのは本当にすごいねきっとアーティストは大きかれ小さかれそうなんだと思うんだけど、みんながまだ見ていない景色を見せることができる人だと思います。作られた夢物語より俺たちが生きてる現実の方がたくさん夢があるなって本気で信じさせてくれるようなパフォーマンスとそれを生む心を持っている稀有な存在だと思っています。マジでここからが本番なので一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。マーゼル6人目のメンバーはタクト。どうですか、ボーイズグループのメンバーとしてやっていく自信はありますか？はい、十分にあります心強い言葉ありがとうございます。割とスタートの段階からもともとアーティシズムの強いダンスをされる方だったので、コレオグラフを踊ってもまとう空気が違ったりとか、それは多分あなたが今まで好きで聴いてたもの、好きで見てたもの、好きで踊ってたダンス、そういったものが作り上げた唯一無二の音楽性だと思うので、すごく楽しみにしていました。同時に不安なこともいっぱいありました。でもタクトみたいな存在がめちゃくちゃにバッチボコに輝くボーイズグループの方が夢がある、未来がかけられる、心から強くそう思って今回名前を呼ばせてもらいました。マジで人生変わると思います。それはひょっとしたら想像してなかったこともいっぱい出てくると思うし、思ってたより大変なこといっぱい出てくると思うし、その分想像もしてなかったような幸せがそれこそマーゼルが絶対にあると思うので、絶対に出口があると思って一緒にちょっと迷路を進んでいっていただけると嬉しいです。何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。7人目のメンバーは隼人。最後の最後に見せたパフォーマンスがめちゃくちゃかっこよかったです。一番変わったように思います。それは人間性とかではなくて、パフォーマンスが純粋にここまでで大きく変わっていったと思います。自分は本当にもっと聞きたい。なぜそんなに変われたのかとか、どういうことを考えてそういうパフォーマンスをしているのかとか、アーティストとして自分が持ってない才能もものすごくたくさん持ってると思うし、あなたみたいなタイプが輝くとグループのメンバー全員が得をする、そういうタイプのパフォーマンスアーティストになれると思います。一緒にちょっと夢を見させてもらいたいなと思ってるんですが、大丈夫ですか？よろしくお願いします。よろしくお願いします。
8人目最後のメンバーはエイキ。ありがとうございます。もともと経験のなかったダンスがここまで伸びてというところをそんなに強く評価するつもりはないです。どちらかというと自分が一番面白い確変を起こしてくれるのではないかなと思ったのは、感情がパフォーマンスに乗りやすいところ、そしてそうなった時に崩れないだけの今までの積み重ねがあったところ、歌唱における基礎体力の高さはもう異常なレベルだと思います。それがあるからどれだけ踊りながらでもブレが少ないし、感情が乗って声が荒げられてもピッチやリズムはキープされているし、これがある人は本当に強いです。心から期待しています。呼ぶのが遅くなってすみませんでした。よろしくお願いします。お願いします。本気でカルチャーを作るには、かっこいい音楽をかっこよくやっている集団をたくさん世の中に出していくっていうことが確実に必要なことだと思っていますし、マーゼルがその大事なところを担ってくれるっていうことを確信していますので、何卒皆様お力をお貸しください。ありがとうございました。そしてよろしくお願いいたします。まだグループ名に耳慣れもしてないし、周りの人たちが自分と同じメンバーだっていうことの実感もないと思います。感情がいろいろ整理できないよね、だと思うし、もう明日からデビューまでの時間っていうのが限られている以上、こっからやるべきこと、やんなきゃいけないことっつうのはめちゃくちゃ山積みだし、デビューしたら下で評価の目も来るし、応援の目も来るし、ひょっとしたら何とかして足を引っ張ってやろうっていう目も来るかもしれないです。悩むなとは言わないです。それも悩むよ、苦しいし。ただもう迷わないでいってほしい。絶対にどういう悩みにも出口はあるし、それを探せる人たちだと自分は心から信じてるし、それを抜けた先に見える景色っていうのが自分はやばいことは知ってるし、それを一緒に味わってもらえると心から信じてるので、みんなでいい夢を見ていい景色を見ましょう。はい、すぐ来るから。では改めてここからのスタート、これからの人生、何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。待ちわびた時が来た、もう絶対に離さない Never let go、 瞬間にかけろ Never let go、 運命を変えろ、踏み出したその足が幾度震えていたとしても、何回だって自分を褒めろ、 Stand up、 うつむく暇なんて、なんかいろんなことがすぐ始まると思うんで、なんかセカンドグループとしての自覚を持って、今日は一旦喜んで休んで、ここからすぐ準備して最高の形でデビューできたらなと思います。夢を諦めなくてよかったなって本当に思ったのと、今まで支えてくれた家族とか友達、本当に以前から応援してくださってた方々だったり、そして BMSG に恩返しも含めてもう僕の人生全てをかけていい音楽を届けて恩返しをしたいなっていうふうに誓います。一言で言えるとしたら、ここまで諦めないでよかったなっていうのが、もう今までの自分にも支えてくれた周りの方々にも本当に一番に言いたいですね。それをやっと恩返しできる時間が来たなというか、もうこれから先は本当に自分が届けたい音楽とか届けたい感情とかをもう出し惜しみせずに広げていけたらなっていうふうに、
それですね、それにつきますいやもうやっぱ一発目に自分のお母さんお父さんの顔がやっぱ思い浮かんで、もう早く報告してあげたいなっていう気持ちでいっぱいでした。全然違う自分を次出る時に見せれたらなと思ってます。合宿来たメンバーみんなの分背負ってもう絶対世界を目指してこのメンバー勢いで頑張ります。今日のことだったりちょっと今までのオーディションのことを忘れず、この先5年10年とこのみんなと一緒に8人で最高なグループを作っていけたらなと、気持ちが一番ですかね。もうデビューが決まったということは前に進むしかないので、もうこの8人で世界目指せるような素晴らしいグループ作りたいと思います。仲の良さはしっかりと保てると思うので、そこにプラスアルファやっぱプロとしての意識をもっと一人一人が持って共有して、本当に BMSG がなんか世界を変えるって歌ってるように、そんな一員になれるようなグループにしていきたいです。見逃すな、待ちわびた時が来た、もう絶対に離さない Never let go、 瞬間にかけろ Never let go、 目を変えろ、踏み出したその足が